皆さん、こんにちは。昼間の暑さは半端なくて、朝夕作業の野々ガーデンです。この日は、まだ太陽が低い朝から草取り作業に励みました。まだ葉や花にはみずみずしい朝露がついている時間でも、少し動けば汗がだらだら流れます。やってもやっても終わりのない夏の草取りはいたちごっこです。毎年毎年必ずたくさんの芽を出し、またこぼれ種を落とす。トレニアもところどころ残して、房総部分はかわいそうだけど抜いてしまいます。昼間は避けて、また夕方に再び出廷。草取りにうんざりした私は、とうとうこちらに手を出しました。と言っても、すでにあちこち使っているのですが、使いすぎるとナチュラル感がなくなる気がして、あまり目につかない部分のみ使用していたんです。でも、もう楽になるなら使用しよう、そう思ってしまう暑さでした。それでも考えて、目立たない土と同じ色、茶色の防草シートをチョイス。ホームセンターでは黒かグリーンしか見かけないので、こちらはネットで購入しました。少なくともこれからちょっとだけ草取りエリアが減りますね。去年敷いた緑と比べたら茶色がよく馴染んでいるようなので、よく見える部分には茶色を使用するのが正解でした。日が暮れてから本番。防草シートを使用したくないところは、やっぱり私たちが頑張るしかありません。土の上には頑張ってきた軌跡が残されています。こんな暑い日はいつまで続くの？そんな日々ですが、日が暮れるのも早くなってきて、確実に季節は進んでいるようですね。いつだったか種まきしたジニアも、なんとも可愛らしい色合いで風に揺れています。今年成長がとっても順調なのはケイトウ。こぼれ種でいろいろな種類の子が育っていますが、どれも手をかけなくても優秀です。この赤い葉が美しいケイトウはどんどん大きくなって、炎のように真っ赤な花を咲かせるんですよ。
葉だけでも綺麗な色していて存在感がありますね。一足早く穂が出始めた巨大ケイトウも足元を見ればまだまだあちこちこぼれ種子が散らばっています。この後雨も降りそうな天気になったのでダメ元であちこち移植しました。今更ながらの移植ですが巨大ケイトウ畑を諦めきれなかったんです。早くに移植したところはもりもり元気に育ち中です。こぼれ種千日紅が咲き始めれば夏も後半戦。やっと折り返しか、そんな残暑のガーデンです。秋が早く来てほしい気持ちで周りを見渡すと、今まで葉しかなかったパニカムも穂がいつの間にか上がっていました。春に一度穂が出て休んでいたメリニスサバンナもまたふわふわピンクの穂を風に揺らします。草花たちは少し早く秋を先取りしているようですね。甘い香りが漂うホーリーバジル。こぼれ種で出てきた時には雑草に混ざって気づきませんが、少し葉に触れただけでもこの特別な香りが漂ってきて、絶対ホーリーが近くにいる、香りで知らせてくれるお花も可愛いハーブです。巨大黄色の花も時折訪れるゲリラ豪雨のような雨風で花びらも全部散りました。こちらはこぼれ種で増えたりしないのでもうバッサリカット。カットした丸坊主もまたおしゃれです。晴れていたと思ったら予報通り、だんだんと空は雲に覆われ、少し冷たい風が吹き始めました。過酷な気候に負けずしっかり宿根してくれるユーパトリウム。ガーデンでは目立たないところにあってなかなか紹介することがないのでここに入れてみました。丸っこい黄色の花がかわいいタヌキ豆もあちこち咲き始めています。その足元にはメランポジウムや紫ルーシャン、まだまだ花が咲き進めばいろいろと賑やかになりそうな終着駅です。こちらもすっかり終着駅化してしまった半月エリア。行く先なくなったこぼれ種子たちが
ひしめき合っています。落ちた種から発芽したルコウソウは巻きつくものも与えてもらえず、ポツポツと赤い星が落ちているようです。通り雨がガーデンズをヒートダウンさせてくれました。この数日後、突然生まれた台風は、私たちが出勤後に発生して退勤前に上陸。何も前触れもなく、前準備もできず来てしまった台風だったので、すくすく育っていた背の高いキバナコスモスやタヌキ豆も退勤後急遽駆けつけた時にはこのありさまでした。同じく巨大ケイトウやローゼルも風になぎ倒されていました。だけど心配しないでください。台風後の週末にはまた朝早くから立て直し作業です。たぬき豆も全部立てることができました。みるみる暑くなり大変な作業でしたが、これから台風シーズン、もっと強い台風も来るかもしれないので、一本一本竹を立てて結んでいきます。立て直し作業もローゼルで無事に終わりです。またいつものガーデンに戻ってきました。次回はもう一歩秋らしくなったガーデンでお会いしましょう。本日も最後までご視聴ありがとうございました。